したらいいのかな。戻れなくなっちゃう。うわマイク入っちょっとごめんなさい。 YouTube に戻れなくなりました。マイクは入れたんだけどなあれ、ごめんなさい。なんだろうこれ。どうやって戻るんだっけ。ごめんなさい。もしかしたらいやどうしちゃったのこれ。どうやって戻るんだっけ。コンテンツライブ配信、これをクリック。違うな、動画の詳細に行っちゃう。どうやったら戻れんの私これ。違うダッシュボード。いや違う戻れなくなっちゃいました。これ配信されてんのかな大体が。配信されてるこれ。あれれれれ、戻れなくなってしまいました。ちょっと余計なことしたからか。うわここを押すと翻訳ちゃんが出てる。翻訳ちゃんがここに出れば出ないっていうことは配信されてないのかな。ここに出てこないもんね。配信されてこない。配信されてる。配信されてる。配信できてる。こんばんは。ちょっとごめんなさい。コメントが見れない状態なんです。どうしたらいいかな。これをこっち。違ううわどうしたらいい。私戻れなくなりました。いいのかなこれ戻んなくても。どっから戻れんのこれ。大体がインスピレーション違うな。ちょっと待ってライブ配信。なんでこれで戻れないんだろうな。ライブ管理画面で見る。これかな。これだ。戻れたかな。戻れたかな。これで OBS をつければ戻れた。違う。これで戻れたかな。戻れたかな。戻れてるのかな。分かんないや。携帯で見ればいいんだ。携帯どこ。携帯どこ。携帯で見ればいいんだよね。ごめん。携帯どこ。ちょっと待ってください。少々お待ちを。携
どこやった携帯どこ？ OK Google どこにいるの？あ、いた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 いました。あ、すいません、今見ました。こんばんは、たかさん。こんばんは、ありがとうございます。まるまる森さん。今夜は無言。こんばんは。いえ、やってます。すいません。アンナバルさん、こんばんは。いつもありがとうございます。なるさん、こんばんは。どうしたのって。何か変な画面出てますよ。あ、さっきね、YouTube が消えちゃったんです。でもう一度探してやっと開けました。すいません、バタバタしててとっても遅れちゃったし申し訳ないです。申し訳ないです。深夜さんは来てないのかな。深夜さんもコメントいただいて、あ、なるさん昨日のコメントありがとうございます。あ、なるさんじゃない、ごめんなさい、違う、まるまるもりもりさん、ありがとうございます。昨日ね、早く終わっちゃったんですね。やらなきゃいけないことが今日ね、ちょっとやらなきゃいけないことがあって、それの準備をするのにバタバタしてたので、昨日は早く切り上げてしまいましたね。すいませんでした。今日もね、暑いですね。あ、そうそう、深夜さん、そうそう、コメントありがとうございます。なんかオンタイムに来れないっていうお話でしたね。なかなか行けなくてって、今日は来てくれるかなって思ってたんですけど、まだいらしてない感じかな。まだいらしてない感じかな。ね、そんで今日もね、まためちゃくちゃ暑いです。ものすごく暑い。もうね、ちょっと動いただけで本当にだらだら汗がね、止めどなく垂れる状態。ほんとこれね、全然雨降んないでどうすんのって感じでいますね。ほんと雨降んないな。スコールとか全然、私が当たってないだけなのか、スコールも全然降らないんですよ。本当にどうしちゃったのかなっていう天気です。暑い、本当にもうこれ勘弁してほしいですね。あ、ナバルさん、日本も暑い？あ、そうなんだ。日本も、なるさん、日本も変ですよ。そうだった。気候が変ってこと？どのくらいの気温なんだろう。 OK グーグル、東京は何度？26度じゃん。いや、あ、最高気温が31度って書いてあるね。 OK グーグル、サイパンは何度？現在のサイパンの気温は26度です。26度だって。同じですね、26度。
26度だから同じ気温。日本のがどっちのがジメジメしてんのかな。サイパンのが湿気はサイパンのがあるない、よくわかんないけど、いやでも暑いですよ本当に。日本も暑いね。31度って、最高気温東京で31度って言ったらかなりな気温よね。これは暑いかもしれない。今6月でしょ。6月でこんなに暑いっけ。ちょっとなんかあんまりそういうのが記憶にないんだけど、そんな暑かったかな日本って。体感40度、体感40度、それはもうサイパンもそう、体感は40度ぐらいあるんじゃないかってぐらいデロデロな汗かいてますよ毎日。外出たらもう本当に暑くてたまらないですね。日本はどうしちゃったんだろうね、そんな暑いなんてね。それも困るね。でも常夏に行く気がしなくなるっていうことだよね。今日もね、昨日か、今日土曜日なんで、昨日も新聞に載ってましたけど、観光客が減ったっていうのが載ってたんですけど、ホテルの稼働率が 22.79 って書いてあったんだよね。ちょっと待って、どこだっけな。22.79、ちょっと普通ね、70% とかでも暇だよとかも昔言ってたような気がするんだけど、そんなことなかったかな。70% とか昔ね、昔私がまだバリバリしてた頃ね、その頃でも 70% ぐらいで暇だとか言ってたような気がするんだけど、気のせいかな。暇だよとか言ってて、で今29ね、20何パーって言ったっけさっき。 22.79% ってやばいよね本当に。70% ぐらいで暇だとか言ってて、確かね60ぐらいになると本当にやばいかもしれないとかっていう話を昔聞いてたんですけど、もう自分たちもねお店やってるから、ホテルどのくらい入ってるなんて言ってそういう話をしてたんだけど、もうこれ大きいホテルだけの稼働率みたいで、小さいホテルは入ってないみたいなんだけど、小さいホテルの方が入ってんじゃないかななんて思うけど、気のせいかな。小さいホテルの方がやっぱりこの円高じゃない、円安で、ちょっとなんで画面がこんな暗い状態になっちゃってんの。この円安でね、やっぱり安いとこを求めてくるような人の方が、これをつけとこうかな。ちょっと明るく。今日のねガラパンも撮ってきたんですけど、ちょっと待ってくださいね。ホテルが22. 点いくつ、これはね従業員の給料払えないよね本気で。本当にそう思うんだけど、韓国からの飛行機がまず今1日1便しかなくなったんだって。前はじゃないって、前はコメントを読んで自分で突っ込むようになっちゃうなこれ。ちょっと待ってくださいね。あれ
少々お待ちを。はい、観光客がね、だから韓国の飛行機が1日1便、前はねもっとあった気がするんだよね。中国からのね飛行機もなくなっちゃったし、で今なんかアメリカに申請してる会社が一つ香港からの飛行機があるけど、どうなるのか MVA は知らないって言ってたみたいだから、知らないって言ってる方が多分飛ぶと思うんだよね。飛んでくるんじゃないかなと思う。香港からの人だと昨日言ったっけ、日本と同じシステムで来れるから、中国パスポートの人はダメだけど、香港の人、台湾の人、マカオの人は普通に日本人みたいにエスタを取って来れるらしいので、だからなんとかなんとかっていうビザが関係ないんだよね。なんか中国人だからこのやつを取らなきゃいけないっていうのがあるらしいんだけど、それが関係ないから来れるらしいんだけど、来てくれればね。本当にだって土曜日なのに人が歩いてない、全く。後でねガラパンの映像を出しますけど、今転送してる最中なんでごめんなさい。今ねこう送ってますね。今送ってる最中で、パソコンに送り届けてる最中なんで少々お待ちください。今日のガラパンをちょろっとね撮ってきたんで見てもらおうかなとは思ってるんですけど、少々お待ちを。ちょっと待ってね。もう字幕がちゃんと出ないね。ほんと深夜さんにも突っ込まれたんだけど、本当に心配していただいちゃったんだけどね、字幕がめちゃくちゃに出るって言って。この字幕って次の日にライブ配信終わった後に次の日に私英語とか、世界各国の言葉で見れるように設定をするんですよ。そんで確認するのは英語くらいしかできないんだけど、英語だってろくにできないんだけど日本語自体がやっぱり YouTube の字幕で、これ同じ YouTube のシステムなんですよね。この今出てる字幕がで YouTube の同じシステムを使ってやってる字幕が同じように日本語が間違ってるから、日本語をね読み取るのがまず間違ってるからそれでとんでもない翻訳になってたりしますけどね。サイパンって言ってんのに、ほら何それ、サイパンと言ったのに裁判ってこの人読み取ることが多くて、私がいけないんだけどね、私の口が回ってないからダメなだけなんだけど、これからねちゃんと口が回っていくようにしたいと思います。このね機能は全然いいと思うの。他の漫才とかをこう聞かせると普通に読み取るもんね。私の言葉だけをやっぱ読み取らないっていうのは口が開いてないからだと思います。ちょっと待ってね。パッ
タバタご飯を食べて少々お待ちください。ダメだな、動かない。これコメントを見たりするのが結構不便。なるさん、そうなんです。どっから出てきたそのそうなんですがそのそうなんですがどこから出てきたのかな。こんなにだけど飛行機も減って、観光がほぼほぼ死にかけてて、ホテルも限界、従業員もめちゃくちゃ減ってるみたいなんですよ。完全に下向き一直線の状態で、この間知事の発言では上向きなんて言ってたけど、これねえ、政府の人たちには痛みがないのかなって思いますよね。結局ガバメントの中で働いてる人たちは自分たちの生活には結局は直結しないから、なんかアイデアとかもなんかちょっと違うようなね、現場にいるようなでも商工会議所の人たちもそういうところに一緒になって会議したりしてるって言ってたから、ね、現場の人なのかな。でもね、そういう現場の人の中でもお偉いさんが言っちゃうと、そんなことないよな、今は数字に直結してるもんね。今数字が誰が見たって下がってるから、ね、昔だったらちょっとお偉いさんがそういう会議とかに出るともう下のこと分かってなくて結構適当に会議も終わってたかもしれないけど、今の時代はね、お偉いさんの人たちだって普通一企業に働いてる人なら絶対実感が出てるはずだからね、やばいなっていう実感が。たったの 22% ちょいか。もはやゾンビ状態だな。中国人も来れない。日本からも週3便だけ。しかも時間が悪いからね、あの飛行機の。困ったもんだよね。韓国も1便だけ。現場の人たちはギリギリほんと踏ん張ってるけど、いやこのままじゃやばいっていう感じだよね。ホテル業界の人もね、マネージャークラスもう悲鳴上げちゃうよね、これじゃね。昔だったらほんとその昔だったらね、それでも悪いって言っても意外と平気な顔してられたんだけど、これじゃ上向きとは言えないからね、絶対にね。平気な顔してらんないよね。かといって何かできることってないしね。一応ね、観光が今でもそうでもないかもうそろそろっていう感じなのかなって思いましたね。何がっていうのはやっぱ軍事が結構動いてるんだなと思いました。なんか今日もサイパンを空軍の
サイパン空軍のハブにしろなんて、ハブ空港にしろって議員さんがアメリカに行ったんですって、前に。でそれを反対するっていう行動が起きてるんですけど、島の人たちもね、もう知ってることなのに今更反対なのかなって。この間ノアって来てたじゃないですか、船。ノアが来てた時に、ノアの映像あるよね、どっかに。これノアの映像じゃないかな、違うかな。ノアっていう船が来てて、で環境調査とかの船なんですけど、ちゃんと訳されたかな。環境調査の船なんですけど、ちゃんと日本語に拾うのがやっぱり拾ってくれないな。何がいけないって言うんだろうな。そんなに普通に聞こえません？ダメですかね。まあ表向きはそのノアっていうお船は自然保護団体っぽいお船なんだけど、実際は米軍の調査部隊みたいな役割をする船なんですって。まあもともとね、スパイの船だったらしいんですよ、米軍のね。もうかなり前ね、1988年って書いてあったかな、この間。すごい、船ってそんなに長い間持つんだって思ったんだよね。表向きそんな感じなんですけど、その昔はスパイ船でなんか地底調査とか、すごい静かに動く船で潜水艦とかを見つけたりするような船らしいんですよ。サンパとかじゃない、潜水艦、潜水艦、そう潜水艦とかを見つけたりする船だったらしいんですよ、昔は。ちょっとこの字幕ほんと深夜さんに怒られそうだ。でね、その船はめちゃくちゃ静かに走る船で、潜水艦を見つけるような船だったらしいんですね。で今は地底調査とかの深海をね調べたりするような船でもあるらしいんですね。でこの間ほらパガンに行った、その船がパガンに行ったって言って、サイパンで何してたのかなっていろいろ調べると、やっぱパガンとかあっちの北の方に行ってるわけですよ。でその調査をしてるんだけど、海の中のでどこだっけな、なんて書いてあったっけな、ちょっと待ってね。保護とかのために調査してるんじゃなくて、どこだっけな、どっか行っちゃった。ミサイルとか爆弾の落下安全地域の確認とか、この辺は壊してももう一回もすぐ戻りそうな地形とか、そういうのを見つけてるらしいんですよ。そういうのをチェックしてる。で今どんな生き物が生きてるのかもやってるけど、表向きはだから科学と保護のエキスパートらしいんですけど、実際は国防総省、紫花って何よ。
国防総省、そうのと密に連携してる船らしいんですよね。でだから何がっていうと、北の方を、だから昔からね、北の方はサイパンのもっと北の方ね、パガンとかあっちの方は米軍の練習基地に使われたりしてたんですけど、だからまたもっと加速してるっていう感じで、調べてみると、どうやらパガンはもうすでにアメリカにリースがもう決まってサインがされてるって書いてあったな。どこだっけな、そのページを探してるんだけどなくなっちゃいましたね。なんかね、そうらしいんですよ。アメリカともサインをしていて、そういう演習とか爆撃の練習とかに使われる島で、サイパンっていうのは実際どうやって使われちゃうかっていうと、グアムがずっと北朝鮮からとかグアムキラーとか言って中国からもミサイルが狙われてるっていう話がずいぶん前にありましたよね。あれね、なんか実戦配備してるとかって結構怖いって感じのことを言ってたんですよ、中国がね。で北朝鮮なんかもグアムを先制攻撃対象にするとか言ってたんで、それは公式に発言してることなんで、そうすると、グアムはね、いろんなアイアンドームみたいなものを持ってるから、アイアンドームって今イスラエルが使ってるやつね、迎撃システム、迎撃システム、口が回ってないからダメかな。迎撃システムね。でそういうのがグアムって全部ついてるんですよ。サイパンはそれから見たら何にもないところだから、こんなとこがハブになるわけないんだけど、ハブ空港になるわけは絶対ないと思うんだよね。思うしか言えないけど、なんだけどね、もうテニアン北部がリース済み、1980年代にテニアンの北部はもう軍用地としてリースはサインされてたんだって。で2020年から滑走路とか再整備が進行していて、でグアムがやられた時っていうのをなんていうの、グアムに傷がついちゃったりなんだりっていう時にサブの基地としてちゃんと字幕が出ない、サブの基地としてなんだよこれ、そんなにダメ。サブの基地として使われるのがサイパン、まずテニアンであったり、そのパガン、おいちょっと待って、パガンであったりっていうことらしいのね。で、サイパン自体は今バンバンやってるように観光アピールしてるように、観光や環境への
イメージ悪化を避けるためにこうね、知られたくないっていう動きで動いてるらしいんだけど、まあだって今更デモとかやってるみたいなんだけど、こう反対運動とかが起きてるらしいんだけども、散々ローカルの人に私言われなかったら知らなかったんだけど、テニアンなんか今全く違うよって言われて、そうなんだと思って、昔のイメージが全くないよって言ってたし、この間海岸あたりにいる人は結構知ってるよね。船から降りてくるような人、普通にマニャガハとか行ったりしてるような船から降りてくる人に話したりすると、もうテニアンの話とかすると、もうテニアンなんか全く違うよ昔とはっていう話を聞きますね。で、5、6年行ってないのって言われて、もう全然行ってませんって言ったら、もう多分10年以上行ってないと思うんだけど、テニアンいつが最後だったかな。トライアスロンずいぶん前のトライアスロンが最後だと思う。ひろみさんが来てた時のトライアスロンでテニアン行ったのが最後かな。テニアン、そう行ったのが最後だと思うんですけど、中国とのアメリカがサイパンにこだわる本当の理由は、やっぱり中国が南シナ海、台湾周辺で動いた時にグアムだけじゃ足りないって言ってミクロネシア行ったよ、軍事ネットワーク化したいっていうのが最大の目的なんだと思うんだけどね。アメリカ自体はもうこれ以上太平洋に中国の手を入れさせたくないわけでしょ。中国の人はね、中国はもうどこの港も結構持ってるからね。どこだっけ、あそこのどこだっけ、あっちの方も持ってるもんね。アフリカの方もほぼほぼ中国がヘルプしてお金出していろんなものが出来上がっちゃってる状態だしね。で、グアムが簡単に言うと、だからミサイル標的にされてて危ないよって、強化中、危ないから強化中っていうこと、一番守られてるとこだよね。で、テニアンは訓練場、サブの拠地で、サイパンはなんていうのこれ、民間の観光客も入れて軍事じゃないよっていうことを目立たなくさせるようにしてるっていう感じのところだよね。で、テニアンがサイパンはカモフラージュ的でしょ。観光客も入れてるから民間ゲートウェイみたいな感じ。字幕になった？民間ゲートウェイならないね。字幕にならないね。困るねこれね。だからでもうテニアンはすでに契約済み、アメリカとの契約知らなかったよ。1980年だったんだってね。でパガンがまだ今は使ってないけど未使用地なんだけど、もう訓練地としてめちゃくちゃ興味があって、で北の方をだから
でも北の方って昔からそういうミサイルとか落としてはいなかったのかな。飛行機、戦闘機と戦闘機がすれ違ったりする練習とか、そういうのはあの辺バンバンやってたと思うんだよね。でたまに間違えてサイパン上空とかでやられちゃったりして、うちなんかも天井落ちちゃったりしてたんだけど、そういう間違いが起きなきゃいいよね。でもミリタリーの人が来るメリットっていうのはやっぱりね、ガラパンでお土産屋さんをやってる人たちなんかに聞くと、めちゃくちゃやっぱりあるらしくて、待ち受けてるっていう感じ、待ってますよって感じでいるみたいだよね。だからこの間も17だか18にそういう会議があったらしいんだよね。なんて言ったっけ、サイパンのなんとか会議、国防総省会議っていうのがあったらしくて、アメリカから来たりなんだりしてて、軍事施設をね作ることの会議だよね。だから結構進んでるんだと思うの。だからこんなの発表されてるわけだから、私なんかでも知ってるわけだから、もう普通にローカルの人たちは知ってるはずなんで、なんで今更こんな反対運動とか始まったのかなって、ちょっと意味がわからない。1980年にだってテニアンはリースされてるんだよ、もう北の方はね。で今はもうほぼほぼアメリカの方になっちゃってるわけだから、実際ここもアメリカなんだけど、ね、ちょっとよくわかんないところもあるけど、軍事化は前よりも全然進んでると本当に思う。水平さんじゃなくてなんて言うんだっけ、ああいう人は。なんだっけ、水平さんじゃなくて、ミリタリーの人たちが本当に増えてるから、クラウンホテルなんかそういう人で夕方いっぱいになるからね。今日はでも見なかったな。4時過ぎとか5時過ぎに行かなかったからかな。全然ガラパンに4時とか5時にはもういたんだけど、まだいたんだけど、まだもうじゃないね。まだ私あっちの方にいたんだけど、全然人の気配を見なかったですね。今日の動画をちょっと今出しますね。やっと入ってきましたね。やっと落ちたんで、ちょっと待ってくださいね。少々お待ちを。コーヒー飲んでから。
っちゃった。どこあれ、よいしょ。うねさん潜ってないのかな。深夜さんも潜ってないのかな。みんなよかったらね、コメントしてくださいね。あ、なるさん切らないでね。はい、ありがとうございます。切れてないよね。ちょっと待って、今からこれ出しますね。これか、これかな。これ今日のね、本日のサイパンです。まあ、いつのサイパンを見てもほぼほぼ同じ、ほぼほぼ同じなんですけど、海も綺麗だし人もいないし、ね、海は綺麗なんですよね。だけどね、ほんとね、今日久しぶりに会った人に真っ黒じゃんって言われて真っ黒だって言われて、もうほんとちょっとね、ちょっとこういう撮影とか言わないよね、これね。ちょっと撮ったりしてるだけで真っ黒に焼けちゃうんですよ、本当に。変わらないサイパン。なんか詩人になったなるさん、詩人みたいな感じに入ってきましたね。変わらないサイパンって言ってもこの間ね、2日くらいだよね。今度はね、1週間ぐらい来てゆっくりして行ってほしいですけどね。飲んだくれに来る、飲んだくれに来ただけだもんね、なんかね。飲んだくれて終わったでしょ。だってほぼほぼどこも行かず、ほぼほぼどこも行かずに終わったよね。子供じゃない、ほぼほぼどこも行かずに終わったでしょ。これね、ほんと海は綺麗だし、今日はね、人もいなかったな。ほぼローカルの人もあんまり見かけなかった。この間の日曜日、先週間もそうだ、もう1週間経つんだ。この間の日曜日はローカルが本当にたくさんビーチに出てたんだけど、マイクロビーチうじゃうじゃいたんだよね。バーベキューやったり。父の日だったかな。父の日だったっけ。父の日って7月じゃなかったっけ。違う？わかんないけど。父の日、なんか父の日って聞いたような気がするな。先週Google に聞いてみよう。 OK Google、 父の日はいつ？2025年の父の日は6月15日日曜日です。父の日は分かった。この間父の日だったんですね。それでかな。いっぱいすごい人が出てて、
バーベキューいっぱいやってましたね、あっちもこっちもっていうぐらいに。これゆっくりすぎる。コマ送り状態になってるんだけど、ちょっと遅すぎるこのビデオ。なんとかならない。また触ると初めに戻っちゃうからいいか。遅すぎるよね。でも一回触らせてね。これでしょ。一回触らせて。ここで深夜さんに教わったここで早くなったり遅くなったりできるってね。このくらいにしようかな。これじゃね、この速度じゃ2時間あっても終わらないビデオになっちゃうから。本当に海は綺麗だし人はいないしっていう状態ですね。全然見なかったかな。釣りしてる人もいないっていう感じかな。暑すぎて魚も出てこないのかな、これじゃ多分。きっとお魚も隠れちゃってるっていう状態なのかもしれないですね。多分ね、分かんないけど。ちょっと待ってね。これでも遅すぎるぐらいかな。これでも遅すぎる。もう一回初めに戻っちゃうかな。これ初めに戻ったかな。今ここね、私好きな場所。本当に人が混んでても人がいっぱいいる時期でもここは人がいないっていう感じ。このぐらいかな。このぐらいのスピードがいいかな。このくらいでいきましょう。 OBS って便利は便利なんですね。もう一回戻っちゃったけど、まあいいか。この間も新聞に載ってたやつ、この間のやつ SNS で広まってるっていうやつ、自分のでは探せなかったんですけど、今日お知り合いの人に見せてもらいましたね。なんか捕まったシーンだよって。本当なのかどうだか知らないんですけど、なんかサイパンの昔のことって結構消されてるんですよ。アーカイブで調べると出てくるんですけど、いろんな記事とかアーカイブのリンクに入らない限りは出てこないように意外となってたりすることが多くて、今日ねMVA の昔MVA のマネージャーが、管理職の人が日本人の女性を殺しちゃったんですよ。その記事どういうんだったっけって聞かれたから、昔その女性とは私を、お知り合いというかお友達というか、知っていた人なんですけど、よく会ってた人なんですけど、当時ね。でゆうちゃんって言うんですけど、その記事を探したいってその人が言ってたから、普通に探しても出てこないって言うから、あれ多分2000年ぐらいの話だよっていう話をして、もう25年前なんだな。25年前ぐらいの話だっていう話をして、
探したけど一切消えてるのね。普通のページからだと、普通のインターネットで探すページとかだと、でもさすがに姉妹が殺された、2人の姉妹が殺されたっていうのは載ってたけど、まだあれはね結構ヒットするとこが多いけど、で調べてみたらその一切、それこそマリアナスバラエティとかにも昔載ってたんですよ。もちろん殺されたからね、観光局のねそんなトップの人が、管理職の人を殺すなんてありえない記事だから、あるよ、出てるよ、出てるはずだよなんて言ったんですけど、本当にないんだけどって言うから、なんで探してんのかは聞かなかったんですけど、探してて、で私もこう見てあげたんですけど、本当一切アーカイブを掘らない限り出てこない。ちょっと不思議じゃないですか。もうなんか全部消しちゃうのかなと思って。ちょっとねびっくりしちゃったんですよね。ちょっとねあれはなんで載ってないんだろうって。それこそね、ほら日本語でサイパンのニュースを伝えるインターネットのページでアグッパさんっていうのもあるじゃないですか。日本語に変換してあるんですよ。そのページにも、もちろんその当時は載ってたはずなんですよね。マリアナバラエティは絶対載ってたんですけど、見れなくなってる。結構ね、だからいろんな記事、昔のそういう変な記事だよね。いわゆる誰かが殺されたとか結構有名な記事はみんなこうアーカイブを掘らない限りは、掘るリンクに行かない限りは探せないようになってる。普通の人が見る分には探せないようになってるから、いやみんな消してんのとか、消す依頼を出したのかなって思いましたね。ちょっとびっくり。消しちゃうんだと思って、なかったことにするっていうか、なかったことにされてるっていう感じだよね。こういうんじゃね、もし本当にこういうことをしてるんだとしたら、うわ早っ、ビデオが早すぎる。この辺今日のガラパンですね。まるまるもりもりさん、まるまるもりもりさん早口言葉みたいだな。そんなことあったような、そんなこと、まるまるもりもりさんはサイパンフリークの方ですか？サイパンのリピーターの方ですかね。ギターの方じゃない、リピーターの方ですかね。あれちゃんと翻訳早いな、画像が早いな、これ。しょうがないか。また一番最初に戻っちゃうから早すぎるね、これね。
この電信柱が速く見えるんだな。なんかね、この新しいビルじゃなくてね、どっかに新しいお店を見つけたんだよな今日。なんかこんなとこにオープンしたんだっていうところを見つけたんですけど、多分そのうち映像に出てくると思うんですけど、何これ、何が映ってる？止まってる。信号待ちだって言ってフリーのまるまるフリモリーさん、早いかなって。早いよね、ちょっとね。ちょっと早い気がするけど、まあいいか。まあいいよね。今日はね、昔ね、ちょっと前まで中国人のお店が入ってて、何屋さんなんだろうなと思って、パンダって書いてあったんですけど、今モニカズギャラリーさんが入ってたんですね。私知らなくて、老舗ですよね、サイパンで言ったら。モニカズギャラリーさんって言って、南国の雰囲気いっぱいのお店ですね。なんか悲しいことに12月でここも閉めちゃうらしいんですけど、このねガラスの瓶とちょっと流木に乗せたガラスのこういう器、ホテルとかにあったら綺麗ですよね。これホテルの玄関とかに。昔だったらねみんな買うんでしょうけど、今の状況でねこういうものも新しく買えないと思うんで、懐かしいこういうね木の彫り物とか、うちの店でも昔置いてましたね。これ現地の人が手作りで作ってるんですけど、これちょっと新しいワインホルダーみたいのが売ってて、亀さんのワインホルダー、こういうイルカさんはね昔からあったけど、ワインホルダーはちょっと新しいなって思いましたね。なるさん、ここ行った？ビール買いにねビール買いにね、そう、ビール買いにね、隣ね、ここの敷地内一緒のところなんだけど、ビール抱えて帰ってきたんだもんね、ここからね。この店も入ったでしょう、じゃあ。なんかね懐かしい感じの雰囲気と南国あふれるものがいっぱい売ってて、今ここぐらいしかなくなっちゃったから、昔はねこういうお店がいっぱいあったんだけど、デューティーフリーの裏にもそっかちょっとあったな、ノニとかをいっぱい売ってるお店。アイラブサイパンももちろんあるよね。 ABC とかアイラブサイパンがあるけど、そういう感じのところとはちょっと違うものが売ってる。これなんかドルフィンのいっぱいこういるやつなんですけど、
穴のホテルとかのこう入り口のとこにバンとかってあったらかっこいいだろうなって思うんだけどね、まあ、小さいホテルね。写真とか撮るのに映えスポットになるよね、あんなドルフィンとかいたらね。アクアさんとこのでもアクアさんとこはなんかお船置いてあったな、そういえば。写真スポットみたいな感じで。この辺にね、なんか新しい、あれどこだろう、後で映像を見れば思い出すだろうなんて思ってたけど、どっかなんかやってた。ガラパンの中だったかな。パセオ・デ・マリア、パセオ・デ・マリアなんだ。そうだ、パセオ・デ・マリアナになんか一軒ね、新しいお店ができてたんですよ。気のせいかな。ちょっと通っただけなんで、ささっと通っちゃっただけなんでわかんないんですけど、ちょっともう一回確認してきますね、近いうちに。カジノは開いてるんですよね、不思議に。でなおかつ黒い大きな車が乗りつけたりしてるんですけど、今日ね、ここホテルやってるんですよね。ホテルがオープンしてるなんて全然知らなかったんだけど、ホテルがオープンしてるらしいんですよ、ここに。なんてホテルって言ったかな、忘れちゃったけど、今日はね、ここドアが開いてたんで、ドアが開いてるのが見えたんで、ちょっと寄ってきましたね。キジ猫ちゃん、キジって言ってたな。珍しいんですよね。猫ちゃんなんて昔はこんなあれ気にしなかったんだけど、マサダイブさんですね。今じゃ老舗、もう本当の老舗になっちゃいましたね。まさちゃんのページってなんかイントネーションがおかしい。どこの人だろう私。まさちゃんのこの間 YouTube も上げてたみたいなんで、よかったらね、気になる人いたら見に行ってみてください。なんだっけな、どっかの地域の、サイパンのどっかの地域の、ど忘れしちゃった。どっかの地域の現在と過去みたいな動画を流してたんで、マサダイブサイパンで調べれば出てくると思うんだけど、後でね、概要欄にでも貼っとくわ。今日ね、マンゴーをいただきましたね。またカラバホマンゴーっていうのかな。カラバコじゃないよ、カラバホ。違うかな、違うのかな。カラバホじゃないよ。マンゴーをいただいたんで、この間いただいたマンゴーとは違う形の方だったな。後で食べてみますけど、
まあ今の時期マンゴーほんと美味しい。毎日ね2個ぐらい食べてるから2個か3個食べたかな。ちょうどなくなった時なんでとてもこれなくなったんじゃないの、物なくなったって人がなくなったみたいじゃないの、これじゃこの感じじゃ。漢字間違えてるよ。イントネーションが悪いのかな。ちょうどマンゴーがなくなった時なので、これならちゃんと字幕に出た。ちょうどなくなったから嬉しいんですよね。通り過ぎちゃったの、ガラパンのなんかこんなとこ明かりついてるって思ったところ通り過ぎてしまいましたね。ちょっとビデオ早すぎたかな。とにかく人がいないんですよ。ローカルもいないし、全く。これはホテルとか辛いですよね。大きいホテルになればなるほど。ちょっと辛いね、これ。クラウンはミリタリーの人が来てるのかな、いないのかな。なんか500人ぐらい入ってくるっていう話が先月ぐらいの新聞にあったよね。あったと思うんだけど、ちょっとミリタリーの人が500人も入ってきたらちょっと潤う状態にはなると思うんだけど、これね、左側にカメラが設置してあるから右側が撮れないんですよね。ちょっともう一回見たいな。月にも一回みたいなのじゃないよ。そんなこと言ってない。私の日本語をね聞き取ってくれないんですよね。口をちゃんと開けて喋る練習をしないとダメですね。何だったっけな。ちょっと待ってね。少々お待ちください。それで何年齢ってそれで元のとこに戻るので、ちょっとだけこのくらいにしとこう。何インプラントって、私そんなこと言ってないのに本当にちょっとこの聞き取りソフト、私の言葉は聞き取ってくれないかもしれないな。やっぱり
と悲しいけど、ちょっと待ってね、少々お待ちください。すいません。なるさん、海は綺麗だ、景色も綺麗だ。ダメダメだね、ダメよ。ご飯入ってるでしょ。ダメダメダメ、降りてダメ降りてください。ね、またパソコンジャンプの形をしてましたね。いつもね、距離があるんだけど、そういえば猫って舐めないんですって、手とか。今日友達に「うちの猫は手も舐めないよ」って言ったら「猫は舐めないんだよ」って言ってましたね。私はお皿とか猫って舐め回して食べちゃうのかと思ってたんだけど、猫って舐めないらしいですね。あとうちのニャニャが一人なんで、いつもちょっとどうしよう考えてるんだ、もう一匹とかお友達をって相談したら、ほらこうやってニャニャはいつも泣くんですよ。そしたら猫って群れで生活するものじゃないから一人なんですって。だから大丈夫だよって言われて、猫っていつも群れてるの字が違うよ。群れてる気がしません？群れでいつも、猫たちっているっていう雰囲気、私の中ではそういう感覚があるんですけど、猫って一人ずつなんですって。ちょっとね、意外だった。猫を飼ったことないんで、どういう性質かは全然よく分かんなかったんだけど、うちの猫はしょっちゅうこう外を見てギャオギャオって鳴いてるから、ギャオギャオ鳴いてるんですよ。泣き始めると止まんない。なのでちょっとなーって、お友達がいた方がいいのかなと思ってたんだけど、間違えた方がいいのかなじゃなくて、お友達がいた方がいいのかなと思っていたんだけどって言ったの。群れで生活するものではないらしいから、じゃあいいのかなって。やっぱワンちゃん一人ぐらい
欲しいかなって思いますよね。お知り合いのうちに行った時にたくさんワンちゃんがいっぱいいたから、ほんといっぱいいたから羨ましいなと思いましたね。あんなにワンちゃんいたらどんだけ餌代かかるんだと思ったけど、でやっぱ字幕が出てると喋るのにも普通の私のダラダラした喋り方だとやっぱりダメみたいだから気になるね、ものすごく。あれ、サイパンコさんなめ猫だけだよ群れてるのはそうなの、なめ猫だけなの。サイパンコさんこんばんは、いつもありがとうございます。昨日欠勤でしたよね猫って群れてないんだ。なめんじゃないよ、群れてないんだ。いや、その群れっていう字じゃないし。うわー、こんばんはの字がサイパンコさんちいちゃーちいちゃー。小さい字できた。今ねパソコンで見てないから携帯で見るようになったから、コメントをこの字幕ちゃんを出すようになってから昨日は聞いていましたが睡魔が勝ちましたすいませんありがとうございます。聞いててくれたんですね。ありがとうございます。今日は遅かったですね。今日も聞いてて潜っててくれたのかな、もしかして遊牧にガラス良いですね。ね、お姉さんこんばんはであれいいでしょ、綺麗だよね。大きいのがあって大きいのと小さい中ぐらいのとサイズがあって、またちっちゃこんばんは。そう大きいのと小さいのがあって、ああいうのホテルの入り口とかにあったら、でお水かなんか入っててこのプルメリアポンってね浮かべたりなんかしてたらちょっとおしゃれな感じが演出できるのになって、グランビリオさんに前にずいぶん前なんだけどそんなようなのがハ台の駐車場の真ん中の店、そうです真ん中の店、昔からビーチロードにあったんですよ、モニカズギャラリーさんで、もう本当に老舗、多分40年ぐらい、言い過ぎ40年は言い過ぎかもしんないけど、もう全然前から、私なんかがこっちに来る全然前、30年前とかからもう全然あったと思うんですよね。30年は全然あるよね。ねえねえ、ダメいい子ね。なるさんこんばんはって。もみかつってなんだ。
もみかつって何？なるさん、もみかつ何？ああ、知らないよ。OK、Google。もみかつって何？もみかつという言葉はいくつかの異なる意味で使われているようです。文脈によって意味が変全わるので、然違う、全然どれを違う、全然。もみかつって何？今 Google で調べたら腸を揉むって書いてありましたよ。何？コメントに翻訳されたのにもみかつって出てたんだ、字幕に。すいません。もう字幕と対決してると喋れなくなるんですよね。さっきから言葉が出なくなる。ちゃんと喋ろうと努力をするからダメだ、全然振るからとか。何これ。努力そうそう、努力をするからダメだごめんなさいね、皆さんね。もう字幕くんに読んでもらえないんですよね。調子がいい時はちゃんと読んでくれるんですけどねよくって今出てたよね電話出てたよねとか言ってないし、これ邪魔かね、やっぱり。でも海外の人もちょっとこう見に来てくれてると思うの。多分こう翻訳された地域を見ると、翻訳された言葉を見ると中国語、韓国語、英語多いんで、それで入れてみたんだけど、ライブで後から字幕見ると気になって、すごくわかる。それすごくわかります。すごくわかるんだけど、いらないかね翻訳するのを、だから中国台湾の人、あと韓国の人、あと英語圏の人が結構いるんですよ。だからそのうちコメントくれないかなって、ライブでこうじゃない、こうやって字幕になってればそのうちコメントくれるかなと思ってやってみてるんですけど、どうかね。なるさん、うねさん、しんやさんも今日コメントくれたし、サイパンコさん、ナバルさん、まるまるさん、皆さん、タカさん、どう思いますかね。邪魔？日本語勉強してください日本語ね、私の日本語で通じるかどうかはわからないけど、でもこうやっぱ字幕がすごく気になって、前みたいにダラダラボソボソ、今でもしてるよって言われたら終わっちゃうんだけど、
だらだらボソボソって喋りにくくなったよね。ちょっとこう声を張らないとマイクが拾わないっていうのもあるし、自分はなんとか通じてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、誰かね、コメント本当にね、英語でも中国語でも韓国語でもコメントいただけたら嬉しいなと思います。だって絶対見てる人いると思うんだよね。日本語でももちろんコメントウェルカムです。ね、ここ12月でここの場所は出てしまうらしいんで、違う場所に移るらしいんですけど、なるさん、私もわかるよって日本語がってことかな。ね、もしね、何語でもとりあえずコメントをくれると結構嬉しいです。あ、これね、このなんだっけ、ガラスと流木、これね結構大きさがあるんですよ。結構大きくて結構目立つ。主は日本ギリギリラインですけど主は日本ギリギリラインですけど、大丈夫ですかって。私がギリギリ、これ通じるよね普通に。おかしいかな。ね、ちょっとね、本当になんだっけ、こんばんはとかこんにちはとかなんか言ってくれると嬉しいかななんて思ったりするんですけどね。ダメかな。海外の人もコメントってするよね。海外のYouTube 見に行ったことはないんだけど、海外の人がやってる英語の人がやってるものは見に行ったことがないんだけど、ライブっていうのはね、するよね。ライブめちゃくちゃしてるよね。日本語勉強に向かないわけです。向くでしょこれ。こんばんはとか、びっくりした。こんばんはがちゃんと訳されてないとか思っちゃった。分かった。お姉さん、何が分かった？何分かったかな。ここのお店が分かったってこと？こういうもの見るとね、もう懐かしくなる。みんな寝に来てるんじゃない？待て、違うだろう。
違うよね。私もね、最悪の時ね、本当に落ち着くものとかをずっと聞いてたね。音楽とかじゃ嫌で、音楽とかじゃ嫌だったんだけど、なんか誰かが喋ってたり、そういうのね、聞いてたね。そっち系？そっち？まさかでしょ。それはない。ナバルさんぐらいはね、ナバルさんは寝に来てるわけじゃないんだろうけど、まあもう寝てるだろうからあれだけど、まる店はわかるよ。昔宇宙服あったとこ。宇宙服なんてあったの？知らない。まるまるもりもりさん、まるもりさんのがいいとか決めちゃいけないよね。まるまるもりもりさん、バレたって、どこにバレたって言ってる？どこに？どこ？どこにバレたって言ったんだ？バレるバレない。寝に来てるんじゃないって話にバレたってことまるまるもりもりさんも寝に来てる？もしかして寝に来たことでしょってうねさんね。バレたよってそれだね、きっとね。そこですか。そこですね、きっとね。そこですかね。そうなの？私の声で寝れないでしょ。特にそんな感じではないんじゃないかと思うんだけど、この9割の人は寝に来た9割そうなの。9割そっちってね、なるさんね、そっちってね。9割。わしはコメントする前に昨日は寝たからねって、昨日はコメントする前に寝ちゃったのね。全然お姉さん現れなかったからね、昨日ね。寂しかったですよ、本当にね。お姉さん欠席みたいな。ちょっと話し方かな。飛ばしちゃってごめんなさい。まるまるもりもりさん、飛ばしちゃった。話し方かな。話し方？ちゃんといたのよって。ありがとう、うねさんいてくれたのね。いてくれたのね。ちゃんといたのよ。寂しい。何が寂しい？なるさん何の話したっけ？寂しい話してないよね。まあ子守歌代わりよすいません。まあね、面白いいつもありがとう。すいませんすいません。
まあ面白い話をするわけではないんだけどね、もちろんさ、笑える話なわけじゃないんだけど、寝れるかな、寝れるかな。なんか落ち着いたチャンネルとかそういうのならわかるけど、あと瞑想のチャンネルとか、瞑想のチャンネルはね、さすがに行かなかったよね、私ね。ちょっとああいうの合わなかった。いくらうつの時でも。なんかね、私が行ったチャンネルはなんか何言ってんだかよくわかんないんだけど、落ち着くチャンネルによく行ったりしてたね、前ね。ボソボソボソってなんか喋ってるような感じのチャンネル、それずっとつけとくともうなんか寝ちゃうのよ。寝れるっていうのかな、なんか落ち着くっていう感じのチャンネルにはよく行ってた。声の好みとかあるからじゃない。声の好みってあるよね。あるある。なんか解説者の人でもやっぱね、この人の話してることが何にも入ってこないっていうトーンの声の人の解説とかは、解説っていうかニュースでも何でもそういうのあんまり聞きたくないもんね。そういうのはあるかもしんない、声の好みはね。でもさ、コメントぐらい、ハローぐらいくれてもよくない？ハローとかニーハオとかなんだっけ、アニハセヨとか、毎日何人か寝かしつけてもらってるんだろうって私とりあえずありがとう。違う、そういうチャンネルじゃない、そういうチャンネルじゃないから、寝るチャンネルじゃないからさなんだろうね、ほんとこれ不思議でしょうがないんだけど、私なんかそれでいてそんなに再生回数が増えるわけでもなく、なんだかよくわかんないなって本当に思うんだよね。観覧は超えているが、いるかなんて、その下が見えない。いるか90はひどい90は寝てるね、90は90、ねえねえ、ダメ降りて、ねえねえダメ190人寝てるのこれ、みんな寝てるのこれ、閲覧なってそうなの、これ寝てんだみんな、そういうことなんだ。なんかね、どうなのと思って。サイパンにみんな興味がある人で、もしかしたら日本語が通じないから次の日に私が字幕を入れた時にみんなそれで見てくれてるんだと思ったりしたの。初めは次の日結構観覧数増えてたから、で字幕をいろんな国の字幕を増やしたりしてたの。たら結構ライブとかにもちょろちょろ来てくれるようになったので、と思っていたけど誰もコメントをしてくれないちょっと寂しいよねちょっとね。分かった、この寂しいっていうあれで
なるさんさっき寂しいって言ったのかな。そういうこと？そういうことかもしれないね。閲覧なってダルさん寂しいって。寂しいよね、本当に。どういうことなのかなって思うんだよね、本当にね。もしよかったらね、コメントとかサイパン興味ありで、日本語も興味ありで、睡眠療法にもこれね、ちょうど携帯だとね、この字が消えちゃうから見にくい状態なんでね。サイパン興味ありで、日本語も興味ありで、睡眠療法にもちょっと待って睡眠か。まあそれでもいいよね、ありがたいんだけどね。日本語興味ありの人かもしれないよね、もしかしたら。だから9割寝てるってコメントできないんだもう寝に来てる。まあナバルさんのは寝てんだろうね、もうね。ナバルさんが今度寝る前に聞いてみよう。どういう感じでここに来ましたってそのくらいはナバルさんも答えてくれるんじゃないかと思うんだけど。いやだけど、私の知り合いの中国の人にスマホで私のページを開いてもらったら、なんか私のページ、なんであなたのページは中国のドラマとドラマの間に出てるのって言われたよね。ドラマとドラマの間にこう私のページが紹介されてるんだって何って、それどういうことって。普通だったらサイパンっていうのはサイパンっていうところにだいたいくっついて紹介されてるんだけど、私のページは中国のドラマとドラマの間にこうサムネイルが来てるんだって。だからすごい不思議だって言ってましたね。見せてもらって本当に不思議だった。中国のね、なんか時代劇みたいのと、なんか2つのドラマのあたりにこう私のページがポンって出てるっていう感じで、これじゃあんまり見ないんじゃないのって言ったら、なんだろうと思って1回はクリックするよねって言ってた。なんでこんなところにこんな日本語のページが出てくるんだろうって言って1回はクリックするって言ってたけど、なんだろうね。お姉さんとかなるさんとかみんな私のページってどっかサムネイルにこうサイパンって検索した時に、サイパンって検索した時じゃないのかな、あれおすすめで出てきてたのかな。今度聞いてみよう。中国のページはわからないんだけど、その人が中国でドラマ見てるからそういうことか。
あ、なるほど。この人が、そっかそっか、中国の人で中国のドラマを見てるから、その中にポコンって出てくるってことか。なるほど、お姉さん。そうだね。寝る方法で出てきました。そんなわけないでしょ。寝るとか書いてないよ、私のページ。多分ハッシュタグ入れてないよ。寝る寝る寝る方法とか安眠とか入れてないけど。あ、今んとこだ。今んとこなんか明かりついてたでしょ。ちょっと戻していい？今んとこ明かりついてたよね。寝る方法で出てこないでしょ。寝る方法。これ左曲がったよね、私ね。ここちょっとまっすぐ行って左側になんか明るついて眠れない眠れない時期がありまして、ここにたどり着きました。お姉さん、嘘だ嘘だろとかなってる。ほら、あれこれマッサージ屋さんか。マッサージ屋さんが、そっか、もう夜だから、もう今日は遅い時間だったから電気がついてたからか。ん新しい店じゃないか、別に。マッサージ屋さんかな。もともとあったかな、もしかして。もともとあった店かもしれない。もともとあったの酒かもしれないとかね、言ってないと。もともとあった店かもしれないって言ったんだよ。そういう感じですね。眠れない時期があってここに行きましたっていう人いるのかな。でもそれはそれでまたありがたいことなんですけど、ぜひね、何をしたら起きててくれるのかな。これの設定のプリセットがゲーム配信用になってっからダメなのかな。そんなことないよね。やっぱ私の喋り方がいけないんだよね。いつもありがとうございます。違う。ここにたどり着いたのはそれじゃないでしょう。もうなんでかなーなんて思っちゃうんだよね。何なのかなとは言わないんだけど、なんでかなって思いますね。まあ本当に面白い話をしてるわけでもなく、だらだら話してるだけだからね、大体。はい。一つ二つはネタがあって喋ったりしてるけど、サイパンの出来事を話してるチャンネルって感じだよね。なんかパソコンなんか鳴ったよ。ラランって。なんで何もしてないのに。寝る配信とかなのかな、本当に。そう思えてきちゃった。
そんな感じで今日も1時まで1時過ぎちゃいましたね。過ぎましたね。こんな遅くまでありがとうございます。よくおかげでよく眠れて、サイパンに興味が湧き行きたくなりますよって、もうねさん、もう超リピーターがよく言うよね、本当にね。ねえねえ、どうしたの？なんか暴れてる。ご飯かな？ご飯がなくなったかな、もしかしてねえおかげで来たくなってくれました、サイパンに。でもね、今日も言ってたけど、みんなパセオ・ド・マリアナからやっぱり向こう側、メモリアルパークの方はもう夕方になって、昼間でもやっぱりあんまり歩かない方がいいって言ってお客さんには説明してるっていう人が結構いましたね。で、私なんかはやっぱ夜になったらもうカジノの前とかあの辺も危ないと思うし、もうどこも危ないよね。結構ね、ホームレスの人がいっぱいいるんだって、ガラパンあたりに。ガラパンあたりのお料理屋さん、レストランとかはやっぱり多少なりでも動いてるわけだから、物が捨ててあったりするわけでしょ、ゴミ箱とかに。そういうので来るような人もいるみたいだから、結構多いんだって。でも警察呼んでもやっぱりホームレスの人を逮捕するわけにはいかなくて、そりゃそうだよね。ホームレスだからって逮捕するわけにはいかないじゃない。何か犯罪を犯したんならもちろん逮捕するかもしれないけど、それも分かんないけど、日本サイパンだから、いずれにせよそういう人が増えてるから、やっぱひったくったりなんだりっていう人、そういう人が増えてるから、本当気をつけてくださいねって感じ。上半身裸のねってそう上半身裸だったりするよね。本当言ってました。そう言って案内したりしてるって言ってたから、やっぱり危ないんだよ。ガラパンあたりの人でもそう言ってるわけだから、やっぱり危険なので、ちょっとね、夜の一人歩きとかはやっぱりやめてほしいですよね。サイパン来たら誰かと一緒に歩く、夜は歩かない、それがベターだと思います。っていう感じで、今日もね、お付き合い、タバコもうね、それ危ない。お姉さん、タバコくれ。今外でタバコは吸えません。本当にもうね、追っかけ回される。だからね、ほんとそういうのも気をつけなきゃダメね。くれだけじゃ済まない状態。ほんとタバコくれっていうだけじゃ済まなくて、ちょっと危険な人もいっぱいいるから、本当に気をつけなきゃダメよ。お外でタバコ吸ってると、もう何人かいてて、それでもタバコくれぐらいは言うと思うけど、本当危険な人もいるから、ちょっと気をつけてほしいですね。そういうのもね。だからね、車の中で吸うとか、そういう状態にしないと本当おっかない。なんかね、いるのよ、ふらふらしてる人たちが。だけどさ、一概にこの間もマリアナスバラエティのコメントにもあったけどさ、強盗に入られて私は人生変わっちゃったっていう人、やっぱそういうのも
そういう人もいると思うとやっぱりほんとちょっと心痛くなっちゃうから、一概にはだからホームレスが良くないとも言えないし、あったかいところだからね、まだそういうので凍えて死んじゃうとかはないとは思うんだけどね。でもそういう人たちが凶暴化しないように、ミラージュの椅子で座って吸ってる、ああなるほど、座って吸ってるうねさんがね、でそれでタバコくれって言われるのね。なるほど。でも今ほんと凶暴化してるからちょっと気をつけた方がいいと思います、本当に。あとね、みんな言うこと同じですよね。結構あっち側が危ないとかみんな結構言うんで、夜になるとね、特にね、街灯もなくなっちゃうようなところは本当に危ないと思うし、ねさ、歩きタバコはしないよ。あ、そうね、歩きタバコしてたら本当に襲われちゃうからね。タバコちょうだいって言って襲われちゃうから、それはやめた方がいいね。やめた方がいいと思います。本当にね、ちょっとね、凶暴化してる人たちが結構増えてるから。でね、さっきも言ったけど、サイパンの過去の事件とか大きな事件なのにそういうのが消されてるっていうのがちょっと出てこないっていうのが、普通だったら前だったら観光局幹部、殺人ピックアップ、日本人でもうバシッと出てきてたものが、されちゃってたりしてるし、なんかおかしい状態になってるから、なんか怖いよね、そういう情報を消したり。グッパも消えてるんだよね。おかしいよね。マリアナスバラエティ、サイパントレビューンからも出てこない。どういうことをしたらそういうのが出なくなるのかよくわかんない。アーカイブから入ると見つけられるけど、普通に検索すると出てこない事件が多すぎて、それも観光キャンペーンの一つなのかもしれないけど、ちょっとね、いろんなことが怖すぎるんで、本当にね、政府に方向性をちゃんと変えてもらいたいですよね。みんながね、安心してサイパンに来れて、昔のようにね、結構ガラパンとかのパセオ・デ・マリアナあたりなんて酔っ払ってゴロンとしてても意外と平気だったのに、今じゃ絶対無理だよね。身ぐるみ剥がされちゃうと思うんで、なんとかね、海と空はこんなに綺麗なのにって感じですよね。そんな感じです。ということで、お姉さん、なるさん、まるまるもりもりさん寝てんのかな。サイパンコさん、ナバルさん、タカさんも寝る組なのかな。本当にみんな寝に来てるのかもしれないと今改めて思い始めましたね。うねさん、ありがとうございます。皆さんね、またもしよかったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた明日。おねさんありがとう。おやすみなさい。
なるさんおやすみなさい。皆さんおやすみなさい。ありがとうございます。それでは失礼いたします。どこ？あれ？ YouTube、ここだ。